なたは気をつけてね。でね、my family, my parents and my brother name Tuesday get up now, so my around sound カタ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 ってなるから気をつけてください。 Very カタ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 。はい、こんばんは、コーネイです。で、今回はありがとうございます。ハロー。はい、周りの環境 ASMR です。マイアラウンドサウンド ASMR です。で、今回はね流星君もやる気満々みたいです。はい、I can sleep OK。今回はね、自己肯定、あなたのことをいつも頑張っているあなたのことを褒め褒めしちゃう、そんな配信になってます。Overseas everyone、セーフティー、安心してください。今日はね、なんと翻訳をしてくださるので、翻訳がちょこちょこあるのでご安心ください。まず皆さん一つ聞きたいんですけど、あなたはなんだろうな、最近こう肉体的ではなく精神的になんか大変だなとかしんどいなとか感じたことはありますか？それはね、一生懸命毎日生きていることなのでとてもすごいことなんですよ。グレイなので、それは自分を褒めてあげてください。しんどいけど、そうしんどいことが終わった後に今日も一日、しんどいけどちゃんとこなしたんだ、私って俺って偉いって思ってください。私もね、この活動をやっている中、やっぱり裏作業が結構しんどい時とかがあって、しんどいなって思う時とかあるけど、自分の心臓ペイってやって偉いぜ私って言ってます。自分で自分に言葉をかけることって結構大切なんだって。インポータント。そしてこれも調べたんですけどね、みんなも偉いよ。で、次になんですけど、次にあなたは今のあなたを満足していますか？今の私ってすごい自分で自分のことを受け入れられてる？これ私もちょっと当てはまるんだけど、私はあまり自分のことを満足してあげられていないんです。満足できないよってなってるんです。特に日本の方々はちょっと今の自分にね、なかなかうまい具合にことが進まなくって、お仕事でもお家でも友人関係でも、あと友人でも恋人でも、なんだろうな、なんかうまくいかないなっていう時があると思います。そう、それってね、
私調べてきました。レイと一緒に試してみない？一人で試すのが怖くても私がいるから大丈夫。ここにいるミコ天使と一緒にあなたの自己肯定欲を上げてもっと楽しい毎日を一緒に送ってみない？でね、これね、ちょっと全部調べてきたんですけど、まず自分ってどういう人なんだろうっていうのをもう一回見つめ直してみるといいんだって。実は自己肯定欲が低いって研究には逆になんだけどね、これもしかしたら当てはまるかもって思うんだけど、自分が思っていたよりもできてるからちょっとできてるけど実は自分はそこまで得意としていないみたいな、なんか間違ったいう風に解釈しちゃって、そこから自己肯定欲が下がっちゃうっていう人もいるんだって。だからレイと一緒にそれを見つけていこう。もちろん他にもいろいろ伝えたいことがあるからいっぱいあなたに伝えられてね。そこでちょっと話したんだけど、まず一番最初に大事なこと、ごめんなさい、一番最初に大事なことは自分を特徴をつける、強みを見つけることが大事なんだって。もう一度自分の今まで生きてきた道を振り返ってみてください。何かあなたにとってこういうことなかなかできないのかなっていうのとか実はあったりします。例えば電車の中で席を譲ったりとか、それはほとんどの人ができません、日本では。私もね、人間として生きていた時によく電車とかバスとかにお世話になっていた時もあったんですけど、私その時やっぱりすごい体調が悪かったので杖ついて行ってたんだけど、なかなか席を譲ってくださる方はいらっしゃいませんでした。だけどその中でも席を譲ってくださる方もたまにはいらっしゃるんですけど、本当にそういったね、心温かい方はなかなかいらっしゃらないから、そういったこともそうだし、あとは些細なことでいいんですよ。朝起きたらランニングをするとか、ストレッチをするとか、ちゃんと朝ごはん食べてるよとか、本当に些細なことでいいんです。そんな些細なことができるっていうことはしっかりと生きて前進しているということ。
活動を見つめ直して、自分の強み、こういったことできるんだっていうことでも OK。 ぜひ見てみてください。絶対あるはず。なかったらレイが言う。だって今生きてるじゃん。生きてて偉いんだよ。私もね、しんどい時自分にそう言い聞かせてるの。私一時期ね、みんなに手紙で話したこともあるけど、本当にしんどくってもう生きるのが辛くてたまらなかったんだけど、そこも一生懸命こういろいろとね工夫して生きてきたから、生きるってすごくしんどいこと、その中でしっかり生きてるんだよ。偉いじゃん。ありがとう。めっちゃ褒めてくれるやん。私が褒める日なのに。そうだからplease, you think you are very nice, you are very good person, you are life so very nice, okay? 生きてくれてありがとう。だからもし辛いことがあった時はまたこの生配信を見返してね。そして、次ですね。次はこれ。次に大事なことです。日常的に新しいことにチャレンジしていくこと。なんか新しいことにチャレンジして、もちろん難しいチャレンジじゃないですよ。簡単なチャレンジ。これ見た時にじゃあ私も新しいチャレンジしようってこの時思ったんですけど、ずっとね、今月は一つしかなかったんですけど、チャレンジを2つに増やしました。大丈夫かな、みんなついてきてる？ついてくれてるかな？大丈夫？OK。 小さなチャレンジをし続けることがとても大切なんです。レイは今月2つの目標を立てました。1つ目はもちろん何度も言っちゃってるけど、今月末にチャレンジ登録じゃない、間違えちゃった。チャンネル登録者さん2万人に向けて頑張ることだけど、それだとレベルが高くて達成できなかった時にシュンってなってしまうので、もう一つ簡単なチャレンジを設けました。それが何かというと、英語の歌を歌うこと。そこで私は来週のどこかに英語の歌を歌う枠を入れることにしました。そうやって自分でチャレンジする、小さいチャレンジを設けることによって、そこにね、踏み込んでいくと自然と自分の自信にもつながるし、そこに向かって頑張ってる、偉いってなるの。だから小さな本当に簡単なチャレンジを設けることで OK。 朝何時に起きるでもいいし、何時に寝るとかでもいいし、朝昼晩
ったりがあるけど、そうなんか一緒に生きてて偉いよ。だから落ち込まないで。レイがいるから大丈夫。辛い時はいつでも頭撫でてあげる。いろいろとね、失敗しちゃったとしても
したんだけど、その文章はあえて作ってないんです。なんか作ったの読んでるだろう感を出したくなくって、そこから私が経験したことを交えて、あなたの自己肯定欲を少しでも上げるお手伝いができたりとか、あとはこう自分は実はとてもすごいんだよっていうことが少しでも伝われば、私としてはとても幸せなので、ぜひね、周りではなく自分に目を向けてあげてください。私もそうなの。私もね、周りに目がいっちゃうの。やっぱりね、かなりこう SNS とかめっちゃやってるから、あ、みんなすごいなーって思ってるうちに自分の自己肯定力がど
私ももっと自分のことを大好きになれるようにするぞ。でもみんながね、こう私のことを大事にしてくれてるから、レイもね、自分のこと、みんなが大事にしてくれてるから大事にしなきゃってなってます。なので私もあなたのことをとてもとても大切に思っています。私のね、配信いくつ、いや山ほどある配信の中から私を選んでくれているわけです。なので私はあなたのことがとてもとても大事です。すごく嬉しいし、私のことを好んで聞いてくれてるからこそとてもとても大事なの。あなたが大事なの。だから必ずあなたは自分のことを大事にしてください。 Please important yourself. Please important yourself. 約束だよ。大事にしてくれてるからこうやって会えるわけなんだけどね。いつも大事にしてくれてありがとう。偉いよ。自分のことを大事にするって結構難しいことだったりするからね。偉いぞ。一回お水飲むね。みんなも疲れたら寝たりとか休憩取ったりとかしてね。そう、どうかな。なかなかこう私ってみんなのことを褒める機会がないから、少しでもこう自分、少しでもこう私の褒めが伝わったら嬉しいです。褒めるって合ってるのかな。いやでもほんと生きているだけでとてもそれはすごいことなんです。 You are amazing. You are amazing. 偉いよ。こうやって一緒にお話ししてくれてるしね。いろいろいつも楽しんでくれてるし、偉い偉い偉い。休む方はゆっくり休んでね。おやすみなさい。最近うまくいかなくてもきっといいことが来るし、うまくいってない中でこう生きているのとっても素敵だし偉いし、こう嫌なことがあってもそうだし、一生懸命頑張って偉いし、学校もね、毎日ねめっちゃしんどいやん。学校行くの。そう中でもこう学ぶために行ってるわけやん。それもとっても偉いし、お仕事行っている時も、お仕事って行きたくないやん、やりたくないやん。お仕事好きやったら話は別やけど、やっぱね、仕事だるいなって思う方もいらっしゃると思います。その中でも自分がね生きるためにお仕事して偉いよ。偉いし、自分をあなた自身を大事にしてくれてありがとうございます。私はそんなねあなたのことがとても大好きです。なのでこれからもぜひね
ができてとても幸せです。褒めさせてくれてどうもありがとう。やっと私の気持ちをあなたに伝えることができました。あなたのとっても素敵なとこ